サギの花 VS 多発性筋炎、薬ゼロになるまで。前回卵巣脳腫の術後初の筋炎の定期診察で、期待とは裏腹に CPK 値が811に微増してしまい、目の前が真っ暗になった私。主治医の効果が出るまでには 2,3 ヶ月のタイムラグがあるという言葉を信じて、もう少しだけ待ってみることにしたのですが、今回は術後1ヶ月から3ヶ月の間に起きた私の体と血液データの変化をお話しします。そして卵巣脳腫を取ったことで私の筋炎に効果があったのかどうかという大実験の最終結果もお届けします。ぜひ最後までご覧ください。前回の膠原病科の診察からわずか1週間後、私は体調絶不調のため予約外で病院に駆け込んでいました。仕事は9時から16時の時短勤務にしてもらい、無理はしていなかったはずなのに、いつもより心臓の痛みが強かったんです。さらに、ここ何年もできていなかったヘルペスが唇にできたり、首には膠原病特有の斑点が出たり、体が明らかに悲鳴を上げていました。そして、緊急で行った血液検査の結果は、絶望的なものでした。CPK984。1週間前から170近くも跳ね上がっていたんです。さらに、心臓の筋肉の炎症値である CKMB も正常値12以下に対して1週間前の29から32に上昇。主治医の先生からは、お腹の筋肉を切っているから CPK が上がるのはわかるけど、切っていない心臓の数値も上がっているから筋炎が悪化しているのかもね。と言われ、頭の中が真っ白に。筋炎を良くしたくて手術したのに悪化するなんて悲しすぎると涙が出そうでした。幸い血液検査の結果から緊急を要する心筋炎ではないとのことで、念のため次回の診察の前に心エコーの検査を追加して様子を見ることになりましたが、ここで先生からステロイド 5mg だけではもう限界かもと免疫抑制剤のセルセプトを処方されました。でもこれまで使った免疫抑制剤は全部副作用に負けて中止してきたので、新たな免疫抑制剤への恐怖がどうしてもありました。それにまだ手術の効果がこれから出るかもしれないという諦めきれない思いもあって、処方されたセルセプトをすぐに飲む決心がつきませんでした。結果的に私は数日間セルセプトの服用をなんとなく先延ばしにしてしまったんです。膠原病科の予約外受診の数日後、婦人科の術後1ヶ月検診がありました。実はこの前日に術後初の生理が来たのですが、これが今まで生きてきた中で一番辛い生理痛と尋常じゃないほどの大出血。夜用ナプキンを1時間に1回変えなきゃ追いつかないレベルでした。先生からも、これが続くならピルを処方するねと言われるほどでしたが、手術の一時的な影響かもしれないとのことで、3ヶ月後まで様子見になりました。診察では切り取った卵巣脳腫の病理検査の結果は良性だったと教えてもらえ、ほっとしました。そしてここで婦人科の先生がめちゃくちゃ希望になる話をしてくれたんです。花さん、筋炎に効果が出るとしたらこれからだよ。脳炎の患者さんが卵巣脳腫を取って脳炎が治ったというデータがあるんだけど、取った瞬間じゃなくて数ヶ月かけてゆっくり良くなっていくものだからね。筋炎に対しては症例がないからわからないけど、効果が出るとしたらこれからだよ。この言葉に救われた私は、次の膠原病科の定期診察までの1ヶ月間、セルセプトは飲まずに、ステロイド 5mg だけで手術の効果を待ってみようと自分で決意を固めました。悪化しても自己責任。でも、免疫抑制剤の副作用への恐怖と、もしかしたら本当にこれから良くなるかもしれないという希望の間で、私は一か八か手術の効果にかけてみることにしたんです。そして迎えた卵巣脳腫の術後2ヶ月の膠原病科外来。ニヤニヤが止まらないという大歓喜でいっぱいでした。なぜなら帰ってきた血液検査の結果がこれだったからです。前回 CPK984、CKMB32。今回 CPK728、CKMB25。
あえてセルセプトを服用せず、ステロイド 5mg だけで挑んだのに、全身の炎症値も心臓の数値もドカンと下がっていたんです。主治医の先生も血液検査の結果を見る前は、前回出したセルセプト飲んでないの？というリアクションだったのですが、この結果を見て、もしかして本当に卵巣脳腫を取った効果が出てきてる？と驚きを隠せない様子。この日受けた心エコーの結果も特に問題ないレベルだったことから、じゃあまた1ヶ月ステロイド 5mg だけで様子を見てみよう。となり、私の賭けは大勝利したかのように思えました。しかし、この病気はそんなに甘くはありませんでした。続く術後3ヶ月の定期外来。最近筋肉痛も心臓の痛みも疲れやすさも増してるなぁという嫌な予感は最悪の形で的中します。前回の術後2ヶ月では728まで下がっていた CPK 値が今回はなんと881に。さらに心臓の数値である CKMB も25から34へと見事にどちらの数値も右肩上がりで悪化していました。先生からは、ずっと CK 値が高いままだし、早く炎症を止めてあげないと筋肉がどんどん減って将来大変なことになるよ。と強い警告を受けました。それでもまだ卵巣脳腫の手術の希望を捨てきれない私は、先生、あと1ヶ月だけステロイド 5mg で様子見させてくださいと必死に食い下がりました。先生は優しく、じゃああと1ヶ月だけね。でも無理しないでね。一番の敵はストレスだから毎日楽しく過ごしてね。と猶予をくれました。ですが、次の1ヶ月を待つことはできませんでした。前回の診察からわずか1週間後、私は再び予約外受診で診察室にいました。夜、心臓の痛みで目が覚めたり、常に胸に圧迫感があったり、さらにステロイドの副作用予防で胃が荒れないように、胃潰瘍も治せる強力な胃薬、タケプロンを飲んでいるのに、胃がキリキリして逆流性食道炎のような症状まで出て、ついに心も体ももう限界だと白旗を上げました。先生が聴診器を当てて、不整脈が出てるね。胃もガチガチに硬い。と、そこで提示された選択肢は3つ。1、ステロイドの増量。2、免疫抑制剤、セルセプトの追加。3、生物学的製剤、アクテムラの追加。ステロイドの増量は副作用が嫌なので、セルセプトでお願いします。と伝え、ついに新しい武器を受け入れる覚悟を決めました。先生からは、じゃあ今日から必ず絶対に飲んでね。と、過去に飲まなかった前科があるため、めちゃくちゃ念を押されました。この日の CPK は913。ステロイド 5mg にセルセプト 500mg。副作用予防の胃薬や骨を守る薬が並ぶ朝昼晩のフルコースの処方が始まりました。毎日がしんどくて、一時は仕事を辞めて治療に専念しようかとまで追い詰められていましたが、先生が、セルセプトが効果あるかもしれないし、仕事辞めるかはそれから決めてもいいんじゃないかな、と優しく励ましてくださり、もう一度この薬と一緒に頑張ってみようと前を向くことができました。というわけで、卵巣脳腫を取るという私の人生初の大実験。術前の CPK は795。手術翌日には595まで下がり、一瞬もしかして効果があったのかもと期待しました。ですが、術後2週間で811に戻り、術後1ヶ月には984まで上昇。その後も728まで下がったかと思えば、3ヶ月後には881。さらに1週間後には913と、なかなか安定して下がってはくれませんでした。3ヶ月に及ぶ血液データとの一進一退の攻防。最終的にたどり着いたのは、卵巣脳腫の手術は私の筋炎には直接的な効果はなかったというあまりにも切ない結末でした。もしかしたらこれで筋炎が良くなるかもという淡い期待は静かにしぼんでいきました。でも後悔はしていません。
私の卵巣脳腫は自然に小さくなることはないと言われていましたし、どのみちいつかは手術が必要だったからです。脳腫が大きくなりすぎると経年点といって卵巣の根元がねじれてしまい、激痛で緊急手術になるリスクもありました。そうなると状況によっては卵巣全体の摘出が必要になるケースもあるらしいのですが、私の場合は予定手術で腫れている部分だけの切除で済み、卵巣の機能を残すことができました。大きなトラブルになる前に安全な形で手術を終えられたことは本当に良かったなと思っています。ちなみにあの時あれほど凄まじかった生理の出血量もその後はすっかり元通りに落ち着きました。術後検診に数回通った後、婦人科の方は何の問題もなく無事に卒業することができました。そんなこんなで挑戦したからこそもやもや悩み続けることなく、納得した上で次の治療へと進む覚悟が決まりました。新しく仲間に加わったセルセプトは果たして私の筋炎に効果があるのか。この続きはまた次回の動画でお話しします。それではよかったらまた見に来てくださいね。